おはよばー。お絵かき寄生植物のエヴァンマシロです。本日はネコックス、ネコ箱とネコスちゃんのイラストを描きながら線画について考えていきたいと思います。線画についての質問はマシュマロでね、たくさんいただくんですよ。これね、超わかる。わかりすぎて、エヴァにも教えてほしいわ。エヴァも線画にはね、かなり苦手意識がありますね。色彩も苦手意識ありますけど。もう全部じゃん。線も色も苦手ならもう、それはもう全部なんだよ。なので、苦手なりにね、意識していることや、あとペンの設定などをですね、今回は紹介していきたいと思います。線が苦手による、線が苦手のための動画です。傷の舐め合いだ。今回描いていくのは、エヴァがデザインを担当させていただいたネコックス、ネコ箱とネコスちゃんのイラストです。忙しくて活動1周年の時とかね、何もしてあげられなかったのでね、6月19日が生誕祭なので、サプライズプレゼントをしようと思ってます。ネコスはいいぞ。最近はウマ娘の配信をやってくれててね、嬉しいんですよ。もうすでにエヴァよりも育成がうまいんだよね。デザインやキービジュアルのメイキング動画もあるので、よかったらそちらも見てみてください。あとぜひね、この機会にネコスちゃんのチャンネル登録もお願いします。ついでにね、エヴァのチャンネル登録もできればよろしくお願いします。エヴァが線画で意識してるポイントとしては、いかにラフの勢いを残したまま整合性をとっていくかという、もうね、これだけかな。これにつけるね。そのために具体的にどんなことをしているのかっていうのを今回は話していこうかなと思います。なので、線画について話すときはもうラフがどうしても切っても切れないので、ラフから少し細かく話をしていきますね。今回の絵の線画までのステップは3段階です。ラフ1とラフ2と線画。で、これは絵とか、あと部位にもよりますね。手前と奥とでパーツを分けたり、髪とか手だけを分けたり、もう本当にケースバイケースですね。今回はね、短い方というか少ない方かもしれない。今回はそんなに複雑な構図の絵ではないので、線画も大まかにメインと顔の2レイヤーだけ分けています。線画にね、行くかどうかの判断って結構人それぞれだと思うので、もう自分でいけるなって思ったタイミングでいいと思います。で、ラフを重ねていくときは、その最初のラフで感じた勢いとか、なんかいいなっていう感じが消えていないかっていうのを、もうほんとこれは逐一チェックしていってます。実際にこんな感じでね、エヴァーストリームラインを描いてしまうのもありかもしれませんね。ラフ段階で使っているブラシは、筆圧のないサインペンです。もうやれ、筆圧感度がどうとか、設定がどうとか、もうありとあらゆる気遣い、ありがたい機能を無にする虚無のペンです。ラフ1からラフ2にかけて太さだけ変えてますね。A4600DPI でラフ1は 0.4 から 0.5 ミリくらい。で、ラフ2はちょっと細くして、あと大きく書くので、体感的には結構細いんですけど、だいたい 0.3 ぐらい。で、このペンを使ってる理由としては、この3つかな。軽く書けるっていうのと、良くも悪くもごまかしが効きにくいんですよね。あとはエバストリームラインを意識しやすいことですね。ラフの段階では線の表情みたいな微妙なニュアンスはエヴァはなくてもいいかなと思っているので、軽く引けるブラシを選んでいます。手の負担が少ないというのもね、結構気に入ってるんですよ。で、線っていうのがもうダイレクトに印象として残るので、ごまかしが効かない分、もう流れの線ことエヴァストリームラインがはっきりとね見えるので、次のラフとか線画の工程に移るときに、これがはっきりとした道しるべとして役立ちます。なんかぼやっとした線とか面で描くと、そのぼやっとしたままなんか最後までいっちゃいがちなんですよ、エヴァの場合は。オーラフの工程はキャンバスの中でもシルエットがわかるレベルでできるだけ小さく描いて構造を決めています。エヴァのメイキングではおなじみですね。これはね、ちょっと例として違うイラストのラフなんですが、こんな感じでね、小さいラフをたくさん描いてます。で、細かいところが書き込めない分、逆に絵の全体感を素早く捉えることができます。オーラフって最終的に絵に残らないので、結
構雑に扱いがちなんですけど、絵の仕様みたいなのを決める工程なのかなと思っていて、実はめちゃめちゃ大切なんですよね。例えるなら土台というか器みたいなもので、この良さを入れようとしてもその器に穴が開いてたり小さかったりしたらなんか詰め込めないじゃないですか。そんな感じ。幸いオーラフは本当短い時間で書き倒しができるので、表現したいテーマが表現する上で適しているかどうかということについてよくよく考えるようにしています。その結果大量のラフができてしまうこともまあまああります。まあでもね、オーラフの段階で気づければもう継承で済むんですよ。ある程度方向性が決まったらレイヤーを追加してラフを重ねていきます。エヴァストリームラインはこんな感じなので、このリズム感を損なわないようにしたい。オーラフは印象を最優先で書いていたため、この整合性みたいなものが欠落している状態ですね。なのでラフにはそのオーラフの印象を残したまま、いかにそこに整合性を付け足してあげられるかということを強く意識してます。線画を描く上で顔とか体とか部位ごとに必要なラフの情報量とかって違うと思うんですよね。顔とか視線が行くところはやっぱりある程度ラフの精度が高くあってほしいんですよね。例えばエヴァの場合、ヒートマップみたいにするとね、こんな感じ。で、この赤とか暖色のところが細かいラフが欲しいところ。逆に緑とか青っぽいところはまあまあざっくりでいいかなみたいな。なので2ラフの中にもちょっとレベル差みたいなのがあって、足とかスカートとかあんまり目がいかないところは割とざっくりで済ませつつ、顔とかボディラインとか視線が集まりやすいところは少し詳細に描くようにすることで、ラフがね無限に増えていくみたいなことをせずに済む工夫をしています。もちろんね、場合によっては手や髪だけレイヤーを分けることもあります。ラフでいけそうって思ったらいよいよ本題の線画に入ります。ここで使っているペンは鉛筆 R というペンで、これはですね、クリスタのアセットにあるものなので、概要欄にリンクを載せておきますね。あんまり設定いじってないと思うんですけど、だいたい設定はこんな感じです。太さは A4600dpi で 0.2mm くらいでこのイラストを描きました。でもね、これはほんとね、絵柄によるし人それぞれだと思うんですよね。千差万別なんだよね。線だけにね。ごめん、嘘。なんでもない。忘れてくれ。G ペン系のペンだと線の継ぎ目とか綺麗に描かないとなんか穴が目立ってしまうことがエヴァにとっては結構ストレスだったりしたので、だったら最初からある程度粗いタッチでね、逆に穴が目立たなくした方がいいかなというすごく後ろ向きな理由から採用しています。あとは鉛筆みたいなテクスチャのあるタッチが好きというのもあります。で、この設定のところのブラシサイズのカーブの頂上が折れているのは、直線を引くときですね、ブラシの最大幅で引かれちゃうっていう現象があると思うんですけど、これを回避するためですね。これやっておくと、この線を描くときと同じブラシで同じくらいの太さの直線が引けて、すごい便利ですよ。エヴァの線画ってスカスカなんですよね。線と線が繋がってないんですよ。で、一応理由があって、言い訳じゃない。線が綺麗に閉じているっていうことを意識しすぎると、ラフのいい感じの曲線が拾いにくいんですよね。特に顔の輪郭とか髪の毛とかは複数のカーブが連続しているので、一発で綺麗に描くというよりは、カーブの一番いいところだけを拾っていくみたいな。で、継ぎ目は後で調整するみたいなイメージです。ラフと同じかな。線画においてもまずは流れを捉えて、線をつなげるっていう整合性は後回しという考え方です。だからなんか面を押さえながら彫刻を切り出していくイメージとかにも近いかもしれない。あとデッサンで当たりを取る感覚かな。意識としてはラフをなぞるというよりはラフを当たりとしてより良い線を引き直すという意識でいます。なのでね、下に引くラフの不透明度は 7% くらいかな。
1桁パーセントくらいでかなり薄く表示して、その元のラフに線が引っ張られすぎないように気をつけています。どんなにいい感じのラフが描けても線画で良さが拾えないと絵に生きてこないので、ここはかなり集中力のいる作業かなと思ってます。細かいところを描くために拡大したりもするんですが、同時にやっぱり引きでどう見えるかというのもサブビューでしっかり確認をしていきます。ある程度全体が見えたら空いている線をつなげたり、影になる部分にインクだまりを追加したりしていきます。あとは詳細部分を加筆したら線画の完成です。ちょっと他のラフと比較してみましょうか。髪のボリュームとか足の長さとか体のねじれとかは補正しつつも、全体としての流れなどは当初のイメージを残すことができたのではないかなと思います。書き始めは結構スカスカで毎回心配にはなるんですが、最終的にはある程度線画としてはまとめられたのではないかなと思います。せっかくなのでね、着彩まで行きましょうか。線画ができたらキャラクターのシルエットを確認して着彩に入っていきます。この段階で気に入らないところがあったら線画を直すという工程も入れます。今回に関しては奇跡的にありませんでしたね。着彩はサクッといきましょう。最近はですね、布の質感とかにあんまり光沢を入れないマットな塗りがエヴァの中で大流行中です。線画がね、できてしまえばもうあとは塗るだけですから。塗りは塗りでわからないことが多すぎるんですけどね。なんやかんやで仕上げたら完成です。それでは完成したイラストを見ていきましょう。活動2年目も躍進してほしいという気持ちを込めて、キービジュアルっぽいふわりとジャンプする猫ちゃんを描いていきました。本成分はだいぶ配信で摂取できると思うので、イラストではお姉さんらしい落ち着いた柔らかい表情を心がけました。16対9のサムネで使用されることを考慮して横位置で使いやすい構図にしたのもポイントになっています。個人的にはシャツやスカートの質感がすごくうまく表現できたかなと思っています。めっちゃ可愛く描けたわ。可愛くない？可愛いよね。喜んでもらえるといいな。はい、ということで今回の動画は以上になります。可愛いと思ってもらえたらチャンネル登録、高評価をポチッとよろしくお願いします。猫ちゃんのチャンネルもぜひ登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で。バイバイ。線が、やっぱり苦手だな。